ゴルゴダの牢獄からの脱獄に成功し、お尋ね者となった一行はヨハネに導かれるようにしてリベイラの町にある太陽の神殿へと向かった。ご主人様の行方がわかるかもしれないというヨハネの言葉を信じて、しかしヨハネには初めからある思惑があったのだ。そう、彼自身の野望ともいえる極めて個人的遠大な思惑が。おいじいさん、お前さんのふるさとは随分とまた真っ向くせえ町じゃねえか。ここは天空に連なる神の鎖とその根を支える宗教都市聖地リベイラじゃからな。それにしてもいつ見てもでっけえ鎖だなこいつは。真下から見上げるとさらにでっかく感じるぜ。この町は他の国々から集まった信者や神官たちが普段から出入りしておるので、わしらの身元をごまかすにも非常に都合がいいんじゃ。だが牢獄を脱走した俺たちにはすでに追っ手が出されているはずだ。しかもじいさん、ここがあんたの出身地だってんなら、ここに待ち伏せがいるのは当然だと考える。逃げ回っとる限り状況は一向に変わりはせんよ。この世は力が正義ならば、奴らにはわしらに対しこの追っ手は無駄だということを知らしめればよい。でもそれって具体的にはどうするんだろう。ここには古い知人もおる。うまくすれば何がしかの助力を得られるやもしれんが、まずはそのズタボロの身なりを整え、おのおの必要な情報を仕入れることが先決じゃろう。おっと、その前にわしはすでに面が割れておるので、今のうちに仮面をつけさせてもらうぞ。
太陽の神殿に向かうとするか。準備が良ければ太陽の神殿に向かうとするか。いいのかじいさん。住人の様子から察すると十中八九敵さんが待ち伏せをしてるぜ。とにかく慎重に行動するほかあるまい。この建物の封印の間には強大な力を有する伝説の大邪神の鎧が眠っておる。かの力を手に入れれば頑強な強弾の兵力に対しその突破口を開くことも可能になる。お主のご主人様を助け出すためには絶対に必要なものだとは思わぬか。おい、なんか様子がおかしいぜ。来たか。たったこんだけの人数で俺たちを捕まえる気かよ。なめられたもんだな。甘く見てはいかんぞ。奴らは訓練された神官兵と神官たちじゃ。今までの看守や囚人たちとはわけが違うぞ。腕が鳴るぜ。ここに来てさらに新手か。おいじいさん、まさかあの鉄の塊が伝説の大邪神の鎧ってやつなのか。違う。あれは多分大邪神たちよりは力が数段劣る悪魔の鎧を身につけた邪道騎士というやつじゃ。
こうなっては仕方がありません。こちらも召喚魔法で。やはりお主ルピルピではないか。お師匠様、本当にお師匠様なのですか？やはりルピルピであったか。すまん。二度とお主に合わせる顔などないというのに。しかしこんなところで何を。ユダ殿に言われてお尋ね者を倒すようにと。そうであったか。やはりわしらは戦わねばならんのか。ちょっとお師匠様、もう失礼しちゃうな。昔から私の気持ちをちっとも理解してくれてないんだから。言うまでもありません。私の知識はいつでもお師匠様の知識と共にあります。しかしお師匠様、私が帰らないとユダはすぐにもこちらに追っ手を向かわせるはずです。迷うことはねえ。そんな奴ら返り討ちにしてやる。本当に良いのか、ルピルピよ。あらあら、それこそ苦悶ですわ、お師匠様。ルピルピ殿、これは一体どういうことです？お師匠様が帰られたのです。弟子の私が同行するのは当たり前のこと。ユダ様を裏切るおつもりか？もともと私はユダの仲間になどなったつもりはありません。愚かな。ならばここで殺してやろう。それにしてもお師匠様、よくぞご無事で。この喜ばしい出来事を私の日記にぜひ書き留めておかなくっちゃ。お師匠様はやめんか。今の我が輩は邪神の降臨を信じるただの邪教徒に過ぎん。と言われますと、もしやついに大邪神の鎧を解放する術を見つけられたのですか？おいじいさん、さっきからなんだい、その鎧がどうのこうのってのは。我々黒き羽の者たちの言い伝えによると、遥かなる神話の時代、この世界全体は愛や偽善や自由を信じる大悪神ゴッドによって支配されていた。しかしある時、我らが救世主であらせられる偉大なる大天使メフィスト様が、父なる大神サタン様の旗のもと聖戦を始められ、白き悪魔たちと666日間の長きにわたる戦争を行ったと伝えられている。
俗に言う神々たちの戦い、創世紀戦争って呼ばれてるやつだな。そしてその戦争で敗れ去った白き悪魔たちは朽ち果てた鎧を残して死んでいったのだ。だが死んだはずの白き悪魔の力はその後も鎧に宿り続け、それを手にした者たちに強大なる力を与え続けておると言われておる。それが噂に聞く邪道騎士の悪魔の鎧の正体ってわけか。ところがかつてそんな白き羽の悪魔たちよりもはるかに強大な力を誇る7人の大邪神たちがいた。すなわち大地の大邪神ミカエル、生命の大邪神ガブリエル、太陽の大邪神ラファエル、炎の大邪神ウリエル、水の大邪神サリエル、大気の大邪神ラグエル、そして中でも最も恐れられていた地獄の大邪神メタトロン。その大邪神メタトロンが創世紀戦争で着ていたという伝説の大邪神の鎧が、このわしがかつて統治しておった太陽の神殿に封印されておったのじゃ。大邪神の鎧を発見したわしは狂気にむせ返った。地獄の大邪神と謳われたメタトロンの鎧じゃ。その強大なる魔力は邪道騎士たちの低俗なる悪魔の鎧など及ぶべくもない。わしが牢に入れられたのも元はといえばご禁制だったその大邪神の鎧の研究を始めたせいだったのじゃ。要するにじいさんはその鎧とやらの魅力に惹かれて自分を見失っちまったわけだ。この世の基本は弱肉強食。たとえ血塗られた大邪神の鎧であったとしても、強い力を持つ者は使わんと絶対に損だとは思わんか。その後もわしはこのルピルピと研究を続け、なんとか封印を解き、その大邪神の鎧を着用しようと試みたが、どうしても着ることができずに、あと一歩というところで失敗して奴らに捕まってしまったのじゃ。なんで失敗したんだろう。それは実際に実物の大邪神の鎧を見ればわかるじゃろうて。それが大邪神の鎧はすでにユダに奪われたというのか。あやつ一体何のつもりで。なんだかよくわかんねえが、俺たちが自由になるにはどの道避けては通れねえんだろう。ともかく大邪神の鎧じゃ。それさえ手中に収めれば強大な力がよみがえる。え、彼のご主人様を助けるのはどうするの？おお、そうじゃったな。それも忘れてはいかん。何やらやけにうさんくさい話だ。私の名はルピルピ。私の趣味は日記をつけることなんです。今の言い方ちょこっとカチンときたから、あなたのことも日記に書いちゃいますね。それにしても俺はこんな小娘相手に遅れを取っていたのか。神官たちの動きが気になる。悪いが俺は別行動を取らせてもらうぜ。
神殿の中は入り組んでおる。ルピルピ、一緒について行ってやりなさい。この嫌味なキザ男とですか？なんだとこいつ。じいさん、俺は一人でも大丈夫だ。こんな女はかえって足手まといだぜ。そう言うな。ルピルピもほら日記に書くんじゃない。喧嘩するほど仲が悪いっていうことかな。なんだよ、誰もいねえじゃねえか。この神殿の封印の間にはいろいろな神官魔法を使う連中が多く存在しておる。気をつけねばならんぞ。でもガイさんとルピルピさんがまだ合流できてないよ。そんなの関係ねえ。二人ぐらい足らなくても俺様が全部ぶっ通してやるからよ。でもうるせえ、ごちゃごちゃ言う前に行動だ。ほら行くぞ。あらよくいらっしゃいました、大神官ヨハネ様。おっと、今はお尋ね者のただのクソじじいでしたね。愚かな権力の亡者ユダよ。せっかくの美女たちの食事中お騒がせして申し訳ない。美女？美女ですって？相変わらず失礼な男ですね、あなたは。この嫉妬深いことで誉れを受けるユダ様が女なんかを相手にするはずないでしょ。彼らはれっきとした可愛い男性たちよ。ねえ、そんなことよりわざわざ私が用意して差し上げた鎧の資格は気に入ってもらえましたか？彼女はかわいそうな人でね、自分のお師匠様が捕まった後もずっと一人で研究を続けてましてね、とうとうその研究の犠牲となって自ら邪道騎士の鎧を着てしまったらしいんですよ。しかもそのせいで彼女は鎧に生命力を奪われて今では余命いくばくもないんですって。ひょっとしてあなた最初から知ってらしたんじゃありません？彼女の着た邪道騎士の鎧やここにある大邪神の鎧が着た者の生き血を奪う呪われた鎧だってことを。せっかく彼女があなたの身を案じて何度も研究を止めようとしたのに、そんなかわいそうな彼女の話をあなたは聞こうともしなかった。そうじゃありませんか。当時は私も随分彼女の相談に乗ってあげたものです。おやおや、お見受けしたところ彼女の姿が見えないようですが、まさかあなたたちそんな彼女殺しちゃったんですか？お前ごともいい加減にせい。貴様もかつてはわしの弟子として大邪神の鎧を研究していた研究者だったはず。ならばその鎧に秘められた力の真の意味がお主にならわかるはずじゃ。そしてわしはついにこの鎧の封印を解き明かす糸口を得たのだ。悪いが
大邪神の鎧は是が非でも渡してもらうぞ。誰があなたなんかに。私はあなたの側近だった頃からあなたのことが妬ましくて仕方がなかったんです。人から妬まれることはそいつの能力が優れている何よりの証。あなたいつでも人々から妬まれるこの町の支配者、誰からも羨望の熱い眼差しで見つめられていた。天津さん、あなたにはあなたのために自分の命さえ犠牲にする女までいるなんて。私はこの町の支配者としての地位が欲しかっただけよ。そのためにわざわざあなたに近づいて鎧の研究をネタにあなたを監獄送りにしてあげましたのに、あなたは今まで気がつかなかったんですか？知っていたとも。ユダよ、お前は昔から自分よりも強くて人望のある者を妬まずにはいられない底の浅い男じゃからな。わしには分かっておったのだ。お主のこともルピルピのつらい気持ちも。だからこそ自らの意志であえて今まであの牢獄に入っておったのじゃ。どちらにしてもおしまいですね。いくらあなた方でもこの人数には。待ちなさい。あなたはルピルピ、生きていた上に私を裏切ったんですか？黙って聞いてれば勝手なことばっか言って。私がいつあんたの仲間になったっていうのよ、このオカマ野郎。だから本物の女は大嫌いだって言うんです。それでは可愛い愛人の皆さん、やってしまってちょうだい。お主も先ほどのユダとの会話聞いておったである。この大邪神の鎧の正体は、かの創世紀戦争で滅んだ白き羽の邪神たちの魂が封じ込められし、いわば呪われた生きた鎧。普通の人間が身にまとえば、死してその屍を鎧に食らい尽くされるまで縫うこともかなわず、絶えず生き血を吸われ続けることとなろう。邪道騎士となったこのルピルピもそんな哀れな鎧の犠牲者なのじゃ。どうやらこれらの鎧に食い殺されずに着こなすためには特別な資質が必要とされるらしい。そのことに気づいたわしは、わしの体を気遣っておった彼女の気持ちも察して、あのまま獄中で死ぬつもりでおったのじゃ。
しかしわしは幸運にもお主と出会えたのだ。お主が牢獄で放ったあの光は紛れもなく大悪神ゴッドの復活を表す邪悪なる印。もしかするとお主ならばこのメタトロンの鎧を切れるやもしれんのじゃ。お主に黙ってこの鎧の実験材料にしようとしたことは謝る。じゃが無理にとは言わん。もしお前が本当に自分の飼い主を助けたいと願うのならば、この鎧に宿った大邪神の力を手に入れる以外もはや方法はなかろう。でもこの鎧を身にまとうためにはその背中の羽を自らの手でむしり取らなければならないわ。あなたにそれだけの覚悟があるの？大怪我をしたお前を見た時、俺は自分の胸が潰れそうになった。お前が死んだら俺は一体どうしたらいいかって。お前がそばにいてくれれば他には何もいらない。俺はお前のためならどんなことでもできる。たとえそれがどんな罪に問われようとも。おお、これぞまさしくあまたの悪魔たちの力をはるかにしのぐ大邪神、偉大なるメタトロンの光。すごいわ。日記に書かなくちゃ。この光だ。この光が僕を変えてくれたんだ。なんなのこのまばゆい輝きは。バカな、本物の邪神の復活だというのか。どうじゃ見たかユダ。わしはついにかの大邪神の魂を再び解き放ったのだ。邪神を信じる忌まわしき異端者どもめ、大前神サタン様の名のもとお前たちを許すわけにはいかん。殺せ、皆殺しだ。
そんな、あの鎧の力がよもやこれほどのものだとは。大邪神の鎧の強さが分かったのならそろそろ話してもらおう。残りの大邪神の鎧の所在を。なんだって？他にも同じような鎧があるってのが？その通り。大邪神の鎧は七大邪神の名が指し示すようにこの世界に7つ存在する。ユダ、権力に取りつかれたお主ならその所在を調べ上げておるはずじゃ。分かった。話しますよ。私の知る限りではカナンとパンデモニウムの町の支配者が教団から秘密裏に買い上げ、その管理をしているはずです。教団？まさかそいつは俺たちを捕らえていたこの世界の最大結社アンゲルス教団だというのか？だから私も上層部の命令で手をつけることができなかったんですよ。あとは知りません。本当ですってば。すげえ。なんてことだ。鎧が手に入ればこの俺も探し求めていた自由を手に入れられるかもしれねえ。それともう一つ、最近愛を語って異端審問官たちに捕まったこいつの飼い主はどこへ連れて行かれたんだ？異端審問会といえばアンゲルス教の総本山の直轄部隊。しかし総本山の場所は私にもわからないんです。なんだその総本山ってのは？この大陸にある全ての教会の頂点に立つ教皇庁のことじゃ。教会の教えや秩序の全てを管理しているところだとわしも噂だけには聞いておったが、あまり興味がなかったので詳しくは知らんのじゃよ。もともとこの町の神官は自分の研究のことしか頭にありませんものね。あそこからは教皇と呼ばれるやんごとなきお方の命令がたまに届くだけ。これ以上は何も知らないんです。もういいでしょ。愛を語る坊やの大事な人の行方は結局分からずじまいか。決めたぜ。俺はもう少しこいつと付き合うことにした。その方が俺の探し物も案外早く見つかりそうだからな。なんだよてめえのその探し物ってのは。筋肉バカのおめえには永遠に分からねえ代物さ。どうせろくでもねえもののくせに。僕も弱いんだけどみんなと一緒に行きたいんだ。情報を集めるにしろこやつのご主人を助け出すにしろ、この世は力こそが全てじゃ。まずはわしらが強くなることが先決じゃ。このままの戦力ではみすみす殺されに行くようなものじゃから。だったらよ、俺が昔いたパンデモニウムの町にでもみんなで行ってみねえか？お師匠様が行く以上私ももちろんご一緒させていただきます。いやしかしお前は体が好きにすればよかろう。決まりだな。いつまで続くかわからねえが道中てめえらの背中ぐれは守ってやるからよ。まったく信用できたもんじゃねえな。みんなこいつの前にだけは立たない方がいいぜ。宴不敬野郎だ。みんながいれば
きっと安心だよ。ねえねえ、ガイからさっき聞いたんだけど、あなたも愛を信じてるんですね。